戦時中に急増された量産機 RX79G 陸戦型ガンダム。 RX79G 陸戦型ガンダムは機動戦士ガンダムの部隊である宇宙世紀0079、地球連邦軍によって開発された量産型のモビルスーツであり、陸戦に特化しているという特徴を持ちます。1996年から3年間にわたって発売された OVA 機動戦士ガンダム第 08MS 招待にて初登場し、主なパイロットとしてシロー・ワマダ、カレン・ジョシュア、テリー・サンダース・ジュニアなどが登場してジオン軍との激闘を繰り広げた機体です。これだけは言っておく。絶対に死ぬな。宇宙世紀0079に繰り広げられた地球連邦軍とジオン公国軍の戦いである一年戦争において、開戦当初ジオン軍は地球連邦軍に先立って人型機動兵器であるモビルスーツを運用したことで戦局的に優位に立ちました。そこで地球連邦軍は形勢逆転させるためにモビルスーツの開発と量産化、モビルスーツを運用するための専用母艦の建造、モビルスーツの運用方法を確立させるための計画を立案します。 V 作戦と呼ばれるこの計画によって地球連邦軍はその試作機である RX78 をロールアウトしました。当初はこの機体から実戦データを蓄積し量産機の開発へ着手するという計画でした。しかしジオン公国の地球方面軍が地球侵攻作戦を繰り広げる中、なし崩し的に既存の兵器による物量戦を行っていた地球連邦軍は有効な防衛手段を見出すことができなかったため、ジオン軍の侵攻を防ぐことができませんでした。勢いに乗り急速に占領地域を広げ、破竹の勢いで進軍を続けるジオン軍に対抗するため、早急にモビルスーツを地上へ戦線導入することが決定します。そんな中で白羽の矢が立ったのが陸戦型ガンダムの開発計画です。この計画は試作機である RX78 の1プロトタイプガンダムや RX78 の2ガンダムの運用データの収集を待たずして量産機として開発を開始するという見切り発車的なスタートであり、もともと構想に入っていないモビルスーツであったことから、モビルスーツ全般の量産試験を兼ねた機体として超高性能機であるガンダムの要求スペックに満たない規格落ち部品や不採用部品といった余剰パーツを流用することでとにかく早く完成させることを最重要視して開発されます。そのため陸戦型ガンダムは別名ガンダム地上用装備 RX79 ガンダム先行量産型ガンダム地上用装備とも呼ばれる機体です。不合格品パーツの流用などを行った結果、組み上がった機体の性能にもばらつきが見られたため、リミッターをかけて本来の基準よりも低い位置で均一化を行い運用を安定させています。このリミッターは任意での解除が可能となっており、マックスモードと呼ばれています。機動戦士ガンダム第 08MS 招待の OVA 内では、シローが狩る陸戦型ガンダムが落下するアプサラスを支える際にリミッターを解除してパワーを上げています。ただし機体にかかる負荷の大きさから使用可能時間は限られていることと、あくまで通常時よりも動きが良くなるというだけなので、機体性能が劇的に上昇するというものではありません。陸戦型ガンダムはコストダウンして量産するためにコアブロックシステムを配していますが、一方でガンダムとほぼ同等の性能を持つ高出力ジェネレータを持ち、装甲についてもガンダムに採用されている素材は当初から量産モビルスーツの標準装甲にしようと考えられていたこともあって、ガンダムと同様のルナチタニウム合金が採用されています。なお陸戦型ガンダムと同様に運用データ収集前に作られた陸戦型ジムにもルナチタニウム合金が採用されていますが、後の正式な量産機となる RGM79 ジムにはルナチタニウムが採用されず、より安価なチタン合金系の素材が使用されています。陸戦型ガンダムは地上での運用に特化した機体として設計されているため、宇宙用の装備は廃止してシュノーケルダクトやサーチライト、搭乗用の昇降リフトなど地上での運用に適した装備が標準搭載されています。またガンダムのコックピットは腹部に搭載されていますが、陸戦型ガンダムは河川での運用も想定して腹部ではなく胸部上面にコックピットハッチが配されています。その他にも長期作戦行動用のウェポンコンテナや空挺降下用パラシュートパックなど地上戦における汎用性を強く意識されているほか、砂ぼこりの入りにくい構造が取り入れられ、少人数でのメンテナンスも可能となっています。なお陸戦型ガンダムはガンダムよりも追加装備を増やしたことから、本体重量はガンダムが 43.4 トンであることに対し
10トンほど重い 53.8 トンとなっています。このように戦時下で緊急生産された機体である陸戦型ガンダムは高性能な機体である RX78 ガンダムが元なので、その性能は RGM79 ジムよりも高く、ザク相手にも互角以上の戦闘ができるだけの性能を備えていました。第 08MS 小隊の劇中でも当初は先行量産型ジム宇宙船装備に登場していたサンダース軍曹が陸戦型ガンダムに登場して陸戦型ザク2を撃破した際、陸戦型ガンダムとジムのパワー差に驚く様子が描かれています。俺は死神じゃない。一方でマスターグレード100分の1陸戦型ガンダムの説明書や電撃データコレクションによれば RX78 の余剰パーツから生み出されたがゆえに陸戦型ガンダムの生産数は20機程度しかないとされており、パーツの希少性の高さから修復の際に十分なパーツが入手できない事態が発生していました。正規品で十分な補修を行うことができなかったことから、修理を行う際は陸戦型ガンダム同士での補修、大半の部品および装備が転用可能な兄弟機ともいえる陸戦型ジムのパーツを共用、基地内で保有するパーツの利用、あるいはジオン軍から六角したモビルスーツのパーツを利用するといった修理がなされており、状況に応じた現地回収が行われています。第 08MS 小隊の劇中ではカレン搭乗機がアッガイとの戦闘で搭乗を失ったため、陸戦型ジムのもので補修して戦闘を続けたほか、中破したシロー搭乗機が EG8 へ回収されていきます。陸戦型ガンダムの装備としては、まず固定装備として地球連邦軍標準タイプのビームサーベルを持ちます。ガンダムはランドセルに装備していますが、陸戦型ガンダムは地上戦ゆえにふくらはぎの姿勢制御スラスターや燃料タンクのスペースが空いたこと、そして防塵対策を兼ねて脚部へ搭載されました。ビームサーベルはエネルギーキャップ方式となっているのですが、これはビームサーベルに充填された高エネルギー状態のミノフスキー粒子を放出してビームを形成するという仕組みとなっています。ミノフスキー粒子を放出するためのエネルギーがモビルスーツ本体からコネクターを通じて供給しているのですが、 OVA 機動戦士ガンダム第 08MS 小隊の劇中ではアプサラスと共に雪山に遭難した際、モビルスーツからビームサーベルにコネクタを接続する様子が描かれています。またその後ビームサーベルの出力を最低まで落として雪を溶かしてお風呂を作るという印象的なシーンとなりました。左胸部にはバルカン砲とマルチランチャーを装備しています。ガンダムは頭部に装備していたバルカン砲ですが、胸部に搭載することで装弾数を増やすことができました。ただし稼働範囲が制限されることから照準がかけづらくなっており、コックピット真横に火器を装備しているということで、パイロットの保護という点への問題も抱える結果となりました。マルチランチャーは敵の動きを封じるネットガンや閃光弾などが装填されています。その他に格闘戦を想定して膝アーマーにスパイクを装備していることや、ガンダムよりも取り回しを考慮したシールドを持ち、ガトツ武器としての使用や塹壕を掘ることができます。陸戦型ガンダムはこのような固定装備のほか、様々な作戦局面を想定して非常にバリエーションに富んだ武装を持ちます。まずはビームライフルです。生産数が少なかったため最前線である08小隊でも2丁しか配備されなかった武装です。劇中ではカレンとサンダースの連携により最大防衛モードでも正確に狙うことが難しい 10km 先のザクを狙撃することに成功しています。次に 100mm マシンガンです。小型で取り回しが良く、予備マガジンは腰部に装着することができるなど、実際の運用面もよく考えられている兵器です。対モビルスーツにも十分な威力を発揮します。劇中では戦闘ヘリやドックのような航空機の撃墜からモビルスーツである陸戦型ザク2の破壊まで、終始陸戦型ガンダムの主武装として用いられました。中心が焼けつくまで撃ち続けるんだ。次に 180mm キャノンです。両機と連携しての後方から射撃を想定した長距離支援用武装です。非常に大きな装備であるため、移動時にはマガジンを含め4つのユニットに分解し、ウェポンコンテナに収納して携行できるようになっています。180mm キャノンはオープニングの中で地面に突き刺さったシールドの後方で射撃を行うシーンが印象的なのですが、一見シールドの上にキャノンを乗せて片膝立ちで構えているように見えることから、この構えを示す輝き打ちという言葉がいつしか広まることになり、
HG 陸戦型ガンダムパラシュートパック仕様にて輝き打ちのポージングが再現されるようになりました。またロケットランチャーやミサイルランチャーを装備しており、同じ量産機である陸戦型ジムとの共通武装となっています。他にもガンダムハンマーを装備した第06小隊の機体も確認されています。このように武装も非常にバリエーションに富んでおり、作戦内容や環境、標的によって変更可能となっているのが特徴的です。ジオンはこっちの都合に合わせてきてくれないんだ。陸戦型ガンダムは OVA 機動戦士ガンダム第 08MS 小隊の劇中で陸戦型ザク2を多数撃破し、統治下基地を攻略するなどの活躍を見せたほか、アプサラス捕獲作戦などでも活躍しました。本作ではニュータイプなどの特異的な能力などは一切登場せず、戦争の最前線を描いた作品として描かれました。コロニーに対する毒ガス攻撃で大切な者たちを一度に失ったことを機にジオンを憎むようになったシロー・アマダがアイナとの出会いやいくつもの戦いを経験する中で、理想主義のアマちゃんとして戦いを繰り広げます。しかし激化していく戦争の中で満足な整備も追いつかず、理想と現実の違いに苦しみ、生死の境目をさまようギリギリの戦いを続けていくというミリタリー色の強いガンダムシリーズの中でも屈指のリアルな戦争を描いた面白い作品に仕上がっています。戦場は過酷だ。覚悟していたはずなのに。余談として陸戦型ガンダムは総数で約20機が生産されたという設定となっているのですが、現在確認されているのは小島大隊2012機が配属、機動戦士ガンダム戦記の主人公マット・ヒーリー登場機が1機、機動戦士ガンダムクライマックス UC の主人公カムナ立花登場機が1機、陸戦型ガンダムをベースとして製造されたブルーディスティニーが3機、同じくスレイブレイスが1機、これだけですでに18機となります。その他の派生機の存在や予備パーツや補給部品のことも考えると20機以上は十分ありそうな気がしますが、人気機体なので今後も陸戦型ガンダムの派生機体が新たに登場するかもしれません。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。